皆さんこんにちは。空ベースへようこそ。私はこのチャンネルのオーナー空野と言います。さあ今回も FF コラボ統率者デッキを1万円でアップデートする企画。今回は FF7 のデッキリミットブレイクから元ソルジャークラウドをお送りいたします。 FF シリーズの主人公を1人挙げろと言われたら真っ先に名前が出るであろうクラウド。 FF の顔と言っても過言ではない彼はマジックではどのような活躍を見せてくれるんでしょうか。今回もデッキのレベルはブラケット3を目安として合計1万円以内で構築済みデッキをアップデしていきます。値段はハレリアさんの価格を参考にし計1万円以内になるように選択しています。また本当は FF 関連の新規カードも入れたいんですがまだカード公開中かつ値段が安定していないため今回は全て既存のカードで改造しています。こちらはご了承ください。紹介するカードは統率者と相性がいいものを優先し汎用的な除去や土地カードは極力いらない方針ですのでそこら辺は個人で調整してみてください。今回も紹介するカードをテーマに分けて紹介していきます。それではどうぞ。それでは早速統率者の紹介に入っていきましょう。今回の統率者は元ソルジャークラウド。 FF7 の主人公です。トレードマークである巨大な剣バスターソードを掲げる傭兵の青年。この様子から今回は装備品がテーマになっています。このバスターソード本体も個別にカード化していますね。5マナ44速攻の基本スペックに加え戦場に出ると自動で装備品1つを装備する効果、さらに攻撃するたびに装備品を持った仲間の数分ドロー、自分のパワーが7以上なら宝物も2個生成します。ちなみに今回のサブ統率者は格闘家ティファ。こちらもパワー7参照があるんでおそらくシャレですね。出た時点ですぐに攻撃に入れる装備効果と速攻に加え仲間と一緒に後とマナ加速までこなす強力な効果。元が5マナとはいえ攻撃をし始めた時のインパクトは相当大きそうに見えます。元のパワーが4なんでパワー7を達成できる修正値を持った装備品は積極的に採用したいのと仲間の数だけドローできるのである程度クリーチャーを横並べもしたいですね。仲間と新しい装備を集め必殺の統率者ダメージで締め、そんなデッキを目指していきます。正直装備品ってね無限に種類があって使う人によってかなり好みがあると思います。今回のデッキに採用したもの以外にも類似した能力のカード、その戦術を強化するカードもおまけで紹介していくんでぜひ自分だけのお気に入りセットを見つけてください。それでは早速カード紹介に入っていきましょう。どうぞ。まずはクラウドのパワー7を達成するための修正値が高い装備品を紹介していきましょう。順応する万能工具、自分のファクトの数分修正の2マナ装備3の装備品。攻撃時にデッキトップ6枚からファクトを回収します。どんどん巨大化する修正値に加えアドバンテージ能力も持った強力な装備品。装備は3とちょっと重めですがこのデッキはね装備コスト踏み倒しが多いんで問題なく運用できるでしょう。もっと装備やキャストのテンポを良くしたいならシガルダの助けなんかを追加で採用してもいいですね。ベルト・オブ・ジャイアント・ストレングス、装備者の基本のパワダフが10になる豪快な装備品。元の装備コストは10ですが対象のパワー分軽くなります。巨大なクリーチャーをさらに強化できるオーバーキル装備品。統率者ダメージ21点を一発で飛ばすことも夢じゃありません。巨大修正ならエデンの剣エクスカリバーもおすすめ。10-0修正に加え警戒も付与します。元が12マナですが歴史的なパーマネントの数分軽くなるんで準備した上での必殺技みたいでかっこいいですね。最短の黒き剣、自分の土地の数分修正を与える2マナ装備品。元の装備コストは7ですが伝説には3マナで装備できます。パワタフ修正だけですが修正値は大きく癖のない性能、ハイコスパの装備品として優秀です。チェーンソー、出た時に3点ダメージを飛ばす除去内蔵の装備品。生物が死ぬとカウンターが乗りその数分パワー修正を与えます。装備品デッキなんで除去も装備品で行うと回収しやすくお得。除去内蔵の装備品は他にも生物ビーム内蔵の狩人の弓やブロック生物のうち1体を追放する神送りなんかも良さそうです。西方の炎アンドゥーリル、単マナ装備にプラス3プラス1修正の装備品。装備者が攻撃するたび11の飛行持ちスピリットを2体生成します。装備者が伝説だと代わりにスピリットが攻撃状態で出てきます。このデッキで必要な横並びをサポートしてくれる能力が強力。修正値も3あってクラウドのパワー7を1つで達成できます。1つでパワー3修正を与える装備品は多くありますがこの中でもこのデッキに特に合った1枚。これ以外にもパワー3修正はエースの野球バット、大なぎなた、先祖の刃、ロクソドンの潜水などよりどりみどりです。
次はアドバンテージを稼いでくれるカードの紹介。クラウド自体が結構ドローするんで、正直最低限で十分です。ちょっと枚数過剰かなと思ったら他のものに差し替えてみてもいいかもしれませんね。上級建設官スラム。装備品やオーラを唱えるたびドローするドワーフ。継続的にドローできる非常に優秀なクリーチャーです。誘発条件も唱えるだけと簡単で2マナと軽い。さすがにこれを抜く構築はあんまりなさそうですね。恐れなき探査者アキリ。装備品がついた1体以上のクリーチャーがプレイヤー1人を攻撃するたびドローする伝説の鉱。さらに白1マナでクリーチャーから装備品を外すと、それに破壊不能を与える効果も持ちます。ドロー能力だけならクラウドの介護官なんですが、破壊不能付与が非常に強力なクリーチャーですが、統率者マスターズでまさかのアンコモンになっちゃいました。装備品がついた生物で殴るとアドバンテージを得る能力は、他に劇場で錬磨されたものナヒリなんかもおすすめです。高持カサンドラ。出た時にレオニダスの槍という電出の装備品をサーチして場に出す人間。電出の装備品を持ったクリーチャーが戦闘ダメージを通すとドローもできます。レオニダスの槍は3マナ装備2の装備品で、装備した生物が攻撃するたび2段攻撃付与、3人の電出の馬を生成、2枚捨て2枚引きから1つを選べます。状況に応じて柔軟な選択ができる優秀な装備品で、元の3マナもカサンドラが踏み倒すので実質0マナ。槍を先に引いてしまうとちょっと損した気分になりますが、2枚で1枚のカードとして非常に優秀な効果を持ちます。次は出た時点でトークンを生成して自分でくっつく、いわゆる生体武器を紹介。装備した生物を用意したいこのデッキで、生体武器はコンセプトによく合っています。イラクサ農法。順応する万能工具と同じく自分のファクトの数分修正を与える装備品。生体武器を持つ装備品は場に出ると00の細菌トークンを生成して自動で装備されます。うまく展開していれば3マナ6677は余裕。除去されても他の生物に引き継げるのが強力です。大田頭蓋。装備者に44修正と警戒反抗を与える5マナ装備品。生体武器なのでそのまま優秀なクリーチャーになります。生体武器といったらこれという人も多い優秀な装備品。豊富な踏み倒し手段でライフレースを破壊しましょう。カルドラの完成体。破壊不能を持つ7マナ生体武器。装備者に55修正と先制攻撃、トランプル、速攻、破壊不能を与え、装備者がクリーチャーに戦闘ダメージを与えるたびそのクリーチャーを追放する効果も与えます。あまりにも効果もりもりのこいつはもともと3つの装備品。それらを集めれば合体できる設定でしたが、パイレクシアが無理やりくっつけて生体武器にしちゃいました。非常に強力ですが、さすがにその重さがネック。後ほど紹介するカードと非常に相性がいいのでお楽しみに。マジナイータの壁壊し。生体武器の亜種ミラディンのために思った装備品。出た時に22のレベルトークンを生成し自動装備されます。装備者に22修正を与え、それが攻撃するたびに追加戦闘。装備品デッキの追加戦闘はだいたい1人が脱落しますね。ちなみにミラディンのためには結構優秀な装備品が多く、先制攻撃トランプルを与えるマジナイガネの矛槍もおすすめです。次は装備品のサーチを行うカードを紹介。サーチ効果も持つカードを紹介します。フェイの血筋ケラン。2マナで装備品オーラをサーチする出来事を持った初代ケラン。本体も2段攻撃と周りを強化する能力を持ち優秀です。石切りの巨人。5マナ44警戒の巨人。2マナタップで装備品をサーチし、そのまま割り出して装備までしてくれます。5マナと重いですが非常に強力な装備品サポート。警戒もあるので殴った後にサーチして装備ってのも可能です。今回は予算的に不採用ですが、装備品サーチで最も有名な石鍛冶の神秘化も余裕があるなら入れると強いですね。次は装備品にかかるコストを軽減してくれるカードの紹介。どうしても装備でテンポロスするんでサポートしましょう。ユーローヘッドマスター。装備品の本体コストと装備コストを各1マナ軽減する人間。朝栗のスターターデッキにのみ収録されています。これだけといえばこれだけなんですが、本体装備両方を減らしてくれるのはこいつが初めてです。本体コストのみの軽減ですが、模範となるものダニサキャパセンも性能が高くおすすめ。ダニサは非常に優秀なキーワード能力と関連能力を持つんで、装備品デッキなら必ず見るクリーチャーです。有能な執事コズワース。統率者に誤報にを与える3マナ23のロボット。2つのタップ能力を持ち、装備品オーラ専用の白2マナを生む能力と味方1体に装備品やオーラをつける能力を持ちます。
装備品はともかくオーラの付け替えはかなりレア。オールアウトコラボのカードなんで再録はなかなか厳しめ。欲しい方は早めに買っておいた方がいいかもしれません。ベナリアの希望ダニサ。出た時に手札や墓地から装備品オーラを踏み倒し自分につける先制攻撃警戒反抗を持った5マナのダニサ。先ほどのカルドラの完成体がつけば先制警戒反抗速攻破壊不能トランプル追放能力持ちの化け物が誕生します。手札だけでなく墓地からも回収できるのが優秀で、対処された強力な装備品を再利用できます。ちなみに墓地からの再利用ならシンベナリアの光ダニサもおすすめ。墓地から毎ターン一度装備品やオーラを唱えることができて警戒トランプル反抗を持つのでアタッカーとしても優秀です。最後はそれぞれ特殊な能力を持ったカードを紹介していきます。最短像。装備品をリアにして自分の各ターン1回装備コストを踏み倒し、さらにインスタントで装備可能にするエンチャント。装備品の取り回しが劇的に改善されるのが強力。稲妻のすね当てが起伏付与マシーンになるのも面白いです。戦闘の神ハルバール。オーラや装備品がついたクリーチャーに2段攻撃を与え、戦闘前に付け替えもさせてくれるカルドハイムの神。裏面を装備品として唱えることも可能で、20修正に警戒と装備者が死亡した時にそのクリーチャーを手札に戻す能力を与え、こっちもねそこそこ優秀です。天界の鎧。装備クリーチャーに20修正と飛行を付与する3マナの白い装備品。瞬足を持ち出た時に自動で装備されて、装備者にそのターン中呪言と破壊不能を与えます。修正値はそこまで大きくなく再装備も重いんですが、防御が本体で装備品としての性能はおまけと考えましょう。同じく瞬足で破壊不能をつけるミスリルの道着もちょっとお値段がしますがおすすめです。近地の旋風。20修正を与える1マナ装備2の装備品。装備者が戦闘ダメージを与えるとこれのコピーが生まれるというちょっと変わった能力を持ちます。クリーチャーが並んだけど武器が足りないみたいな状況を救ってくれる装備品。味方みんなにこれを持たせればいつの間にかとんでもない量の斧が転がっていることでしょう。肉先の大包丁。装備者に11修正とトランプル、そして戦闘ダメージでその数分宝物を生成する能力を与えます。修正はビビたるものの突破力を高めるトランプルに評価された生物なら2桁宝物も夢じゃないマナ加速能力。元が3マナ装備も3マナと重めですが、それを余裕でペイする強力な装備品です。ちなみに戦闘ダメージで5個以上の宝物を生成可能な状態なら5マナで追加戦闘の追い打ちで無限戦闘が可能です。多勢の兜。戦闘開始時に装備者の伝説じゃないコピーを生成する4マナ装備5の装備品。クラウドの ETB で装備させればすぐにコピークラウドを生成し、そのコピーがまた違う装備を持ってすぐ殴りに行けます。正直どんなクリーチャーとでも相性いいんですが、今回不採用の山賊の頭五道とは相性最高。出た時に装備品をサーチする五道でこれをサーチし装備させることで簡単に無限戦闘が始まります。さすがにお手軽コンボなんで今回は不採用なんですが、装備コストを含め計11マナなんでギリ大丈夫かも。周りの温度感と合わせて採用するかどうかを検討してみましょう。さていかがだったでしょうか。元ソルジャークラウド1万円アプデでした。装備品関係の統率者って君だけの最強生物を作ろうみたいなのが多いんですが、周りの味方と協力していく今回のクラウドはちょっと珍しい、非常に主人公らしい能力ですね。 FF あんまりやったことないけどクラウドなら知ってるみたいな方も多いかと思うんで、こっからマジックを始めてみるのもかなりおすすめです。今回は紹介しなかったカードでもまだまだ強力なカードはたくさんあります。ぜひ自分のお気に入りの一振りを探してみてくださいね。こんなのもいいよという装備品はコメントまでお願いします。というわけで今回のアプデはこれで完了。次回は FF10 のデッキカウンターブリッツからユーナのガードティーダをお送りします。お楽しみに。というわけで今回の動画はこれでおしまい。 FF コラボの動画はまだまだ続きます。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録、X のフォローをお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。